で学校にまあ親が来て、まあ、誓約書書いて、やっぱ今までにパトカーとか白バイとか見ると、やっぱり心のそうなんだ。ざわめきます。俺ら違う意味でざわつくよね。そうっす。普通だったら逮捕される側だもん。そうですよ。逮捕状あるの。逮捕状あるの。好きな女性の仕草や自分の好きな角度を教えてください。嫌な雰囲気出すんだ俺遊びに行けねえわ。じゃあおとなしくしてて。じゃあもうお前ちょっと黙って。あ、入れました。忘れてました。あ、はい、お前。すみません。なんで忘れたの？メモ帳とか入れてないの？会議。入れてなかったです。どうでもいいってことなのかな、じゃあこれ。そういうこと？違います。違ったらでも行動とさ、はい。言ってることをつじつま合わなくねえか。僕いいですか？あるんだ。そこは瞬発力あるんだ。なんだろう、なんか。こう髪を結ぶ時のこの脇の両サイド変態やん。変態やん。が結構僕はキュンってきますね。そうなんだ。しかもシンキングタイムゼロでさ、それ出てくるってことは本当にそう思ってんだろうね。ずっとそういうこと考えていやずっとじゃないですけど、エッチなことばっか考えてんの。まあそういう時もありますね。そうなんだ。めっちゃ王道だな、お前。仕草とまたちょっと違うかもしれないですけど、いいですか？最近キュンキュンしたシャンパン入れてくださったお客様が、まあ、先週いたんですけど、その女性のカバンの中に水筒があったんですよ。それがめちゃめちゃ水筒かわいい。わかるわ。水筒かわいいよね。コスクラでシャンパン入れるけどペットボトル買わないんだ。いや、わかるわ。なんかわかる。めちゃめちゃなんかわかるわ。あとなんていうのかな、お金の使い方もちゃんと分けてんだなとか、ホストクラブでは遊ぶお金と、確かに常に散財してる人が入れるシャンパンじゃなくて、はい水筒持ってる方が入れてくれるシャンパンまた違うよ。それは結構キュンキュンきましたね。ちなみにその水筒を、見たわけじゃないですか。はいはいはい。なんかそれについて本人には何か言ったの？いいねって言ったっすね。そんぐらいですね。その言葉の中に今の感想がもう。もうトータル詰まっていいね。詰まって全部いろんな気持ちが詰まって。しかも麦茶らしいんで。うわ、いいわ。麦茶飲んでんの？麦茶。妹とかなんか紹介してって言ってたって言ってロアさんどうですか？いや、俺は写真撮んだよ、女の子好きで。だからレストラン連れてくるじゃないですか。で、なんか大体の女ってなんか綺麗とかで写真撮るんですよ。でもたまにさ、なんかこう飯とか出して、なんかうわめっちゃすごいみたいな感じで言うんだけど、写真撮んない女がいるの。で、なんで撮んないのって一時聞くのよ。でその時に、いやなんか大事なものは目で見て覚えたいからさ、そっち系のことを言ってくれる子は、写真撮んない女好きなのよ。とか、SNS やってないっていう女が好き。こうなんか今の時代でみんな持ってる子は SNS のアカウントとかを持ってない子はなんかちょっと古風で、古風な子好きなんだろうな。そうですね、確かに。飲み会で酔わない方法を教えてくださいっていう、ちょっと新歓の時期っていうのがあって。お前なら質問したの？いや、僕じゃない逆に教えてほしいです。周りを飲ませるそうですね。それに尽きるよ。じゃないですか。周りを飲ませる。飲んでる風にこうしながらこう飲ませる。それに尽きると結局飲み会で一番大事な瞬間で最初の1杯とか2杯でそこを乗り切れば周りが酔っ払って結局楽しくなってくるから、そこの最初の段階でお前飲んでないじゃんみたいな感じでしらけさせないような立ち振る舞いできれば、1時間後なんてそいつが飲んでるか飲んでないか誰も気にしないで楽しくなっちゃうから、最初乗り切れっていう。小さい頃はどんなお子さんでしたか？夢は何でしたか？このままです。変わらずほぼ変わらずですね。モテた？保育園の時が一番モテました。僕が移動したら全員女の子ついてくるみたいな感じなんですけど、めっちゃモテてる。これガチです。モテてたんだ。はい。夢は？夢は警察官でしたね。それは今もやっぱり心の片隅にまだあるので、それ真逆だよ。真逆だね。はい。逮捕される側からじゃあ普通だったら逮捕される側だもんね。そうです。やっぱ今までにパトカーとか白バイとか見ると、やっぱり心の
そうなんだ。ざざわわつくんだ。ざわめきます。俺ら違う意味でざわつくよね。そうっすね。迎えかな。逮捕状あんの。やりたくてざわつくんだ。理由なんなんですか？まあ、昔からすごい誰かを守りたいとかっていうので、まあ、ボディーガードの確かに。専門学校にそうだね行ってたので、でまあ、そこで警察官に、まあ、受験したんですけど2年間なれなくて、で一度諦めて昼食の仕事に入ってでこの業界に入ってきたんで、そ真逆の業界来たな。いやーだから自分自身もすごい不思議で仕方がないです。じゃあ守ろうと思ったら今でも守れるの？警備のノウハウとかわかんもちろんです。ない？怒るんだ。はいじゃあ女の子襲われたらどうするの？守ります。ユミタって絶対盾にするでしそうっすね。守りきれないですね。守りきれない。やっぱさ J 行くさはいはい。やつはモテんの？いや、かなり子供の頃は、まあ、中二病でしたね。中二どんな感じ？もう本当に自分、大宮から埼京線乗るときとか、この電車の中だったら俺が一番だなとか。まあ学校で授業受けてても、なんで俺はいつまでこいつらと同じ空気にいなきゃいけないんだろうみたいな。まあ高1でジャニーズ受かって小4から送ってたんですよ。5、6年ずっと履歴書送り続けてたんで、そういうずっとその気持ちだけだったですね。もう選ばれし者だと思ってたんだ。そうですね、直接赤坂にある事務所に出しに行ったりとか、渋谷のファンクラブに出しに行ったりとかっていうのをもうずっとやってた。友達いないでし友達いないですね、本当にいないですね。ょ？いないよまあ変なやつみたいになってたんですね、多分。俺らこんなところの器じゃねえって言い続けてたわけでしょ？思ってたんですね、ずっと。じゃあ彼女とかいないの？まあそれはしっかり遊んでたんですけど。どこでじゃあ出会うまあ学校の他のクラスの子とか、の？恋愛に関しては器そこの器に収まってまあ恋愛と言えるかちょっと分かったんですけど。そうですね、まあ遊んでた。た。遊んであ、そうですね。じゃあ今で何？今はじゃあやっぱ大宮にお店出したりする。ずっと言ってんだよ。はいずっと好きだよね、大宮。桜子大宮。ジ大宮ですね。ジ大宮。ジ大宮。ザじゃなくてジなんです。ジ大宮ダ。サかっこいいよ、ジ大宮。まあリスタートができる業界だし、もともとやっぱそういうジャニーズのいかなくてちょっと何もしてなかったような時期に大宮で遊んだので、そういう場で、まあ自分が再出発できたホストっていうのを作れたらっていうのはそういう思いますね。ジ大宮やるんだ。ジ大宮やりたいですね。まあやりたいともやりますね。やる？はい。もしお昼の仕事をするならどういう職業を選びますか？これ俺も一個あるわ。なんですか？俺学校の先生なんだよ。で、なんか教師とかってさ、もううざいやつとかもいたと思うけど、ホストやってるともう無限に人に会うじゃん。はいはいはい。そんな俺らでもやっぱ教師のさことって覚えてるじゃん。だから何百万人って人と会った中でも忘れない、もう人生のキーパーソンなわけよ。今後何万人と出会うけど、その中でも多分死ぬまで忘れられない人になるわけですよ。その人格形成ってすげえ大事なポジションだから、その時にめっちゃ名言とかいっぱい刺さりまくる言葉言って死ぬまでなんかあの先生いい人だったなって言われる先生になりたい。自分は、まあもしなれるんだったらってなっちゃうんですけど、まあ、弁護士とか。弁護士？こうやってさ頭いい系なんだな。いや全然コストなんですけど、どうしても自分は飽きちゃうと思うんで、一定な日常だと自分の人生の充実とか仕事にこう委ねるとしたら、まあそういうところもまああんま趣味が自分ないんで、仕事の一本でやれてそこに面白みを感じられるのはまあ免許大変だと思うんですけど、弁護士かな資格大変だと思うんですけど弁護士かな。夜食をしていてもう昼食に戻れないなって思った瞬間はありますか？まあ例えばここまで来るのに電車で来るって選択肢がないっすね。まずバグってるやっぱと思う。金銭感覚。地元の友達と焼肉行っても、本当コースの一番安いやつとかになるとマジかと思っちゃう。じゃあそれも払うからもいいよみたいな気持ちも出ちゃうんですけど、まあ自分今24の代なんで2年ぐらいみんな新卒か2年目で給料の口とか言ってると、こんなん嫌だやめりゃいいじゃんって思っちゃうんですね。ああ戻れない人だもん。そうですね。だから夜の人だ。だから多分そこの感覚が多分昼食の絶対方と戻れない違うかな。人じゃんもう。そうですね。電車はもう全く乗らない。ほんとこっから大宮も迷わずタクシーになっちゃうんですね。やっぱいくらぐらいする？ 1万5000円とか深夜とかですね。逆に向いてんじゃない？そういうタイプはさ。剣士戻れそうだけど。僕真逆です本当に。電車？僕自転車です基本的に。自転車なの？はい。渋谷原宿ぐらいまでだったら全然自転車で行きます。自転車乗るんだ。はい。
じゃあ一番下のコースが頼まれるのかふざけてると思わないの？それはちょっと思います。いや、思うよね。はい、思うよねそれはちょっと思います。もう謙信が染まってきてるなんか昼食戻れないなと思う瞬間ってないですか？戻れないはないですね。今やれって言われていける。そこの昼のお仕事に僕が魅力を感じれば全然戻れます。ローランさんの質問。はい。分身が2人いると思うんですけど、コンティとロマネね。それが理由で金髪をもうやらないんですか？まあもうでも金髪することもないと思うけど、もういいや。でも金髪にしてほしいですね。僕もしてほしいです。そうなの？はあの時代のやっぱホストのカリスマみたいい。いや、かっこいいっすよ。かっこいいっす。マジ？な。はまあイコール今そんなかっこよくないっていうこと。い。いやいやいや。あの時がいいんだ。大好きでした。でした。あで大好きです。やばいやばいやばい。はい。いやいや。黒ジャケットにはユニクロのスキニーみたいなのが一番可愛かったですね。ホストっぽい俺が好きなんだ。やっぱそうですねあれにビビッときたっすね、多分。あ、来てた。着てました。着てたっす。過去形な過去形なあ、でもなんかそう言われちゃうとね、みんなに言われちゃうとなんかそっか、やっぱホストっぽいローランドが好きなんだな。かっこよかったですね。かっこよかった。かっこよかったです。ローランさんに質問です。はい。それスノに何回か出演されていると思いますが、スノーマンやテレビ業界から学んでホスト業界につなげたいなって思っていることはありますか？俺ら普通にさ、ホストやってたらさ、多分一歌舞伎町のホストで終わっちゃうけど、一歌舞伎町のホストよりもちょっと下駄履かせてもらえてるのは、多分テレビに出てるからっていうのがあるから、もうほんとそこのきっかけ作りっていうことがね、一番大きいの。なんかこうテレビに出てるからこそ学べたっていうので言うと、やっぱり知ってもらうってでけえなっていうところ。それこそそれスノーミッションですよ。で、スノーマンのメンバーがその USJ にってバレるかバレないかで、社長とフワちゃんがやってるテレビ番組で体でその AD 役としてこう隠れてやるんです。めっちゃ見てんじゃん。で見てて自分が思ったのは、社長めっちゃ脇役出るんだって思ったんですね。昔だったらその先とかめちゃめちゃメイン役をどうしてそれスノとかの脇役に出たのかな。いやもうそれスノだからってそれスノね、好きなんよね。でスノーマンが好き、そもそも。もうあんだけ売れてさ、天狗になっていいわけじゃん。でもめっちゃ謙虚な、例えばなんかさ、ショッピーとかさ、ロケ中になんかちょっと紙くずが落ちたの、ユニバで。で普通さ、そんな売れっ子アイドルがさ、かがんでさ、ゴミとか拾わねえじゃん。しかも多分それテレビでたまたまそれをカメラマンが撮ってたからだけど、撮ってますよみたいな感じの時でもなかったの。ちょっとなんか収録の合間みたいな感じだった、そこで拾った時に、やっぱ超すげえなって思ったし、あとは阿部ちゃんがなんかさ、普通にロケする時に事前にこう調べたことをメモ帳に書いて、こういう時はこう言おうみたいな、ちゃんとメモで書いてる阿部ちゃんが。俺ですらそんな準備しないわけよ。でテレビ出てる本数だと俺なんかめっちゃ多いわけじゃん、でもそんなことやってる時点で、やっぱ謙虚なやつが最後勝つんだみたいな、でホストもこうやって見てると結局謙虚なやつが勝ってきてるわけ。勤怠がいいやつとか、俺めっちゃちゃんと勤怠のこと言うじゃん、厳しく、そういうのはなんか本当テレビで学んだことっていうか、結構スノーマンから学んでることは。お勉強は得意だったか教えてください。やってたでしょ、絶対。苦手でした、僕。苦手なんだ。はい。謙信の偏差値はどれぐらいなのか、学校は。市内でも公立でもだいぶ低い方です。ああ、そんな高いわけじゃない。はい。じゃあ普通の学校だったんだ。女の子が可愛いっていうの有名な高校それでそれ理由じゃん、絶対言ったの。まあそれもあります。あと制服が結構可愛かったんで。おじさんみたいな理由で高校選んだんだ。確かに自分は結構苦手だったですね、勉強は。まあ、学校がやっぱめちゃめちゃ厳しくて、恋愛禁止とかそんなツイッター禁止っていうのも校則手帳に書いてあるんですよ。交際禁止。そんな学校あんの？あれそうなんですよね。で本当にこう女の子とちょっと2人で食堂行ったら、まあ先生たちがこう集合してくるというか、でこうついて帰る。女の子とマック食べた時に、先生たちもバーで女の子やばいって言って、僕のこの足の下に隠れたんですよ。でそれ多分ね言っていかないですけど、
させてたって多分思われたからそれを引き剥がされたんですよ、椅子をここ持ってかれてマジか。そうなんですよ本当に。で学校にまあ親が来て、誓約書書いて一切まあかかりませんじゃないですけど股の下に女が入れました。いやそう本当にこれはそうなんですね。そのことはどうなったんですか？あ、もう完全に縁が切れて、ただこれも言っていいかわかんないですけど尻尾の紹介に来たんですよ。そうなんだ。誰をエイトさんを繰り出しうわ悔しい。あれ自分はつけなかったですね。もう友達と一緒に来ててめちゃめちゃ整形してたんで最初分からなかったんですけど、会いたかった。そうですね。ロンさんどうですか？いや俺できるわけないよ。勉強できるかできないかってやってみないと分かんないじゃん。テストとか。俺テストとかなかったから。スポーツクラスだったからさ。めちゃめちゃ学力低いと思うよ。俺は。学歴っていうなんか看板を持たないと何もできないやつはやっぱ学校行った方がいいと思うけど、自分になんか違う看板がちゃんとあるんだったらなんか学歴っていう看板いらないしね。だから自分がこう冷静に鏡見て俺何も才能ねえだと思うやつはいい学校行った方がいいわって俺のなんかいきなりとんがっていやでもそうじゃないか、学校にその学校にしかない何かあそこでしか習えない先生がいるとかだったら、まあ、その学校めがけて頑張ればいいけど、なんとなくいい学校行かなきゃっていう感じで学校選びしてるだったら今言ったことですよ。自分に才能がないんだったら確かにいい学校行った方がいいなって。まあやっぱこういう社長のメディアを見てもうホスト始めたので、まあ、やっぱ出れて嬉しかったなっていう。確かにこんな普通なユミトさん多分初めてじゃないですか。だから普通に喋ったらいいやつなんですよ。いいやつがちゃんと常識あるやつなんですよ。マイクさえ持たなきゃいいやつ。マイクさえもないけどマイクの指のスイッチがそう皆様、一番安いシャンパンありました。僕がこのシャンパンで言うのはこの一言ぐらいです。よいしょ。地声で喋るといいやつ。こうユミとかこうみんな知ってもらえたんじゃないかなっていうのは思いますね。研修さんどうですか？出てたまた。いやすごいいい機会をいただきました。薄っ。剣士はまあこういうなんかわかります？なんか自分をよく見せようって普通カメラが回ったら思うじゃないですか。もうマジで超自然体なんですよ。よくも悪くも自分を飾れないからもう本当等身大の自分でちゃんと毎日生きてるっていう本当にねもう飾らない男なんですよ。ありがとうございます。僕ですか今。おいやターンなんですね。ターンだよ。いや本当に会長のフォローがなかったらやけどしてましたあれお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。